F 近藤です。今日は公共の経済分野の基礎編としてプラザ合意とルーブル合意について学びましょう。このグラフは円相場の推移を表しています。今日は1985年のプラザ合意、そして87年のルーブル合意について考えてみましょう。それではプラザ合意の歴史的背景を見てみましょう。1965年にベトナム戦争が本格化すると、戦費調達のためのドルの増刷が行われて急激なインフレが発生します。また、1973年と1978年に石油危機が起こり、その結果、原油価格が高騰し、原材料費が上がるんですね。アメリカは不況に陥っていきます。このようにインフレと不況が同時に発生する。それをスタグフレーションと呼んでおります。1979年にはこのインフレ対策として高金利政策が実施されます。この高金利政策を実施したのがポール・ボルカーです。カーター大統領やレーガン大統領の下で FRB の議長を務めた人物なんですけども、彼は難攻不落と言われたインフレを封じ込めたことでとても有名なんです。ところが、高金利政策を実施しますと、世界中のお金がアメリカに集まってきます。その結果、ドル高になり、ドル高ですから輸出競争力が低下してしまいます。アメリカは再び不況に陥っていくんです。1981年、レーガン大統領が就任します。彼は様々な経済政策を行うんですが、その経済政策をまとめてレーガノミクスと呼んでいます。具体的には、軍事支出拡大による経済発展、ただし防衛費以外の財政支出は削減する。2つ目が個人所得税の減税。これは貯蓄の増加と投資の促進を図る。富裕者向けなんですね。そして労働意欲の向上。3つ目が企業減税と事業などへの規制緩和。レーガン大統領は国営企業の民営化も実は行っているんです。そして金融政策による通貨供給量の抑制、インフレ対策ですね。ところが、冷戦下で軍事費がものすごく増大してしまうんですね。さらに、企業減税を行ってますから、入ってくるはずの税金も入ってこない。その結果、財政赤字が拡大します。また、個人所得税の減税で消費が拡大をしている。インフレは収まったものの、ドル高は続いている。そういった状況下の中で、輸入が増加をして、貿易赤字も拡大します。この財政赤字拡大と貿易赤字拡大を双子の赤字拡大と言います。これだけですね、アメリカ経済がうまくいってないと、さすがにドルへの不安が高まってきます。それは
世界経済混乱の危機を意味していました。1985年、アメリカ・ニューヨークのプラザホテルに日本、アメリカ、イギリス、当時は西ドイツ、フランス、この5つを G5 と呼んでいるんですけども、G5 の財務省、中央銀行総裁が集まり、為替の安定を図るための合意が発表されました。これがプラザ合意です。具体的には、各国が協調してドルを売り、ドル高をドル安に導くことで、アメリカの貿易赤字を改善しようとしたんです。ところが、プラザ合意発表後、ドル円相場は1ドル235円から約20円1日で急落したと言われています。1985年の年間平均相場は1ドル239円。1986年は169円、そして145円と急激なドル安が発生したんです。日本でも急激な円安が発生しましたが、その時に企業そのものがものすごく不安定になりました。つまり、急激なドル安もアメリカ経済にとっては大きなマイナス要因だったんですね。プラザ合意の後、アメリカでは急激なドル安が発生し、輸入品価格などの上昇からインフレが発生します。結局、景気が後退し、貿易赤字も解消しなかったんです。この状況に対応するために、今度はパリ郊外のルーブル宮殿に、先ほどの G5 にイタリアとカナダを加えた7つの国が集まります。この7つの国を G7 と呼んでいます。G7 の財務省、中央銀行総裁会議でドル安に歯止めをかけるための合意が行われました。この合意がルーブル合意です。しかし、各国の協調は不十分だったんですね。その結果、行き先の不透明さ、さらにアメリカ経済の不安定さから1987年の10月にニューヨークの株式市場で株価が大暴落します。これをブラックマンデーと呼んでるんです。約 22.6% の暴落だったそうです。今日はプラザ合意とルーブル合意について学んでもらいました。次はアジア通貨危機を説明したいと思います。